こんにちは。4G 初めから攻略パート34です。前回は古文書4冊目で解禁された混沌ゴマや極限人オウガを狩猟しました。今回はまず装備作成をして、それを担いで新たな極限に挑んでいくよ。チャーク使い待望の武器が来ますね。活躍が楽しみです。さて、それじゃあやっていくよ。今回は盛りだくさんだぜ。まずは前回作成したリバルキューレ用の装備を揃えていきます。いわゆる装備を作るための装備を作る形です。最高に模範してますね。で、素材交換の解放が必要だから村 G 級のティガ2頭をやってくよ。モンスター自体は今更だが、この素材交換がちょっと面白いから拾っていくよ。相手は一応 G 級個体、それも恐竜化してますが、今更ですよね。このクエ自体に新鮮味はありませんので、ざっくりと流していきます。このクエで解放される防具は今後も使えるほど汎用性の高い装備になってるよ。毎回制作する装備を占めるときは、なるべく汎用的な防具を作っていくようにしてる。制作難度と将来性を加味して選択してますね。1V 作るのに苦労したりもしますから。それで言うと、リバル用装備でも無だったね。メスカリュウの激鱗が全然出なくてな。最終的にハギトリマスターの装備組みましたもんね。まさかあんなに沼るとは。尻尾 10% のはずなんだけどな。もう弱ってますね。さすがに村の2頭クエは体力低いです。解放クエが楽でよかったよ。じゃ、引き続いて足もやっていこう。今日も方向回。精が出るね。さすがに今更ティガに遅れは取りませんね。ボコボコにしております。今回はやることが多いですので、このクエにかけてる時間もないですからね。なんつっても、今作ってるのがゴールじゃないからな。言ってみれば前座よ。本来なら動画にするところでもないんですが、ちょっと見せたいものがあります。ある意味で有名な装備だからね。もったいぶるようなことでもないんだが。それ言ったら、このゲームすべてに言えちゃうからね。あるあるネタは、どんどんこすっていくよ。わかりやすいネタは動画にしやすいですからね。取れ高を能動的に作ることができます。ほい、また反撃いただき。やっぱティが楽しいわ。アシュも弱りましたね。まだ7分経っていません。では、追いかけてさっさと終わらせましょう。ほら。よし終わり。これで素材交換が解放だ。ついでに、というか、古文書の解読も進んでるはずです。クリア画面を確認してから加工屋に行きましょうか。今は5冊目の解読中だったな。ということは。さあ、何やら白い蛇が出現したぞ。アイコンだけで圧がすごいんだが。いよいよって感じですね。加工屋に寄ってから大長老に報告しましょう。さて、まずは解放された素材の確認だ。ありましたね。G 級7テスカトリの素材です。何気に7の G 級素材はここが初登場ですね。本体は登場すらしてないんだがね。相棒で登場できてよかったよね。それじゃあ、目当ての防具を見に行きましょうか。エンプレス X グリーブと。ありましたね。火星4、達人2、スロット3と非常に優秀です。だね。イベアリ環境でもシミュに引っかかるくらいだ。そして、どうやらこの防具には塩気流の青き炎が封じ込められているらしい。なるほど。ってことはもしかしてこの防具、塩気流の青き炎が封じられているんじゃないですか。ご明察、さすがだね。塩気流の青き炎が封じられてたってわけさ。はい、ということで、説明文がおかしなことになってるよ。例の構文の先駆けだね。この説明文自体は 4G が初出ではないんですけどね。4G での性能が優秀なんで注目されやすいです。なんというか、誤字脱字なしでこのネタテキストは画期的だよね。さて、じゃあ気を取り直して、リバルキューレ装備、完成させていこうか。雷属性強化を押し出したものを組んでいきます。上位の時よりさらに赤無攻略に寄せてみました。スキルはこうなったね。鉄面皮で防御ダウンも完全ケアだ。今回の装備作成、目玉は赤無の武具ですからね。以前 G 級個体は榴弾で16分ほどかかりましたが、果たして強力でどのくらい縮められるか見ものだね。じゃ、さっくりと赤無やっていこうか。の前に古文書の解読の報告だったな。とりあえず大老殿に行こう。
ということで、かのダラ君に亜種が登場。混沌に比べて規模がでかくなりすぎだろ。コモンジョモースでは最初の大きな壁になりますね。さすがにこれはしっかり準備しないといけません。こいつはじっくり対策を準備して攻略する予定だよ。今は解読だけね。とりあえずはアーカム優先ですね。今やるべきことをやっていきましょう。さ、というわけでアカム戦だ。初戦じゃないからカットしながらお見せするよ。倒すこと優先の立ち回りをしていこうと思います。V 破壊とか気にするのは2回目以降ですね。装備を変えたとはいえ攻撃スキルは属性強化だけ。これでどれくらいタイム出るでしょうかね。少なくとも榴弾よりは早いはずだ。鉄面皮の採用もあって GP 反撃もやりやすいし。鉄面皮があると怒り時でも張り付きやすいですね。防御ダウンがないので精神的に楽です。おお、ひるんでるひるんでる。この時点で榴弾より手応えがあるぞ。アカムは平均的には竜の方が有効ですが、破壊後の腹は雷の方が通るんですよね。超出物販なら腹を狙う機会多いので、雷も十分有効です。そもそも竜の強族は今用意できんからな。その点、早めに作れるディバルキューレはありがたい。雷390は最終強化としては平凡ですが、切れ味とかスロットとか手堅くまとまってますね。なんといっても作りやすいのがいいんだよね。そこまでレアなものは要求されないし。最終の一つ前が直接生産できるから、叩き上げる手間も省けるよ。制作のショートカットは結構大きいですからね。攻略団体ならなおさらです。我々も動画でチョイスする武器については制作時間と性能を天秤にかけて決めています。つっても結局有名どころに落ち着くんだけどな。悪いことじゃないんだけど。さあ、後半戦です。今のところ手応えはいいですね。もう、ひるみの回数が榴弾と全然違うね。初戦で作っときゃよかったかな。まあ、榴弾の経験がなければ比較もできませんし、周回用で用意できればいいでしょう。お、またこけた。立ち回り的に点灯ひるみを取りやすいのいいね。アカムって意外にまとまった隙ないんですよね。正面にいると突進連打になりますから。腹や足狙いが中心になる強属性は理にかなってるのかも。榴弾は生地スタンが取れるから頭を狙いたくなっちゃうしな。スタンも短めだから頭狙いって多分効率良くないね。そうみたいですね。牙も剥ぎ取りや報酬で出たりしますし。頭破壊がサブタゲのクエが存在しないのもそれに拍車をかけています。このクエはサブ背中だったな。おお、終わったぞ。5分張りじゃないか。思ったより早く枯れましたね。これは装備作った甲斐がありました。この分だと多少 V 破壊を狙っても10分張りで周回できそうですよ。さすがに専用装備は快適性が違ったか。鉄面皮がかなりいい味出してたな。さ、それじゃあ素材が揃うまで周回するか。完成までカットを。ほい、揃いましたよっと。なんと2回で全部揃ったわ。早く済むのは大変ありがたいです。で、制作するのはもちろんこちらですね。クーネエンカムです。言わずと知れた最強の敏火力を持つ武器だね。素の状態で発掘最高倍率と同じだよ。匠と極限強化をつければ斬撃火力も最高レベルだね。間違いなく生産最強クラスの武器だ。欠点としてはスロゼロによる取り回しの悪さですね。これを防具で補っていきたいです。もちろん防具の素材も集めてあるよ。じゃ、一式で揃えていこうか。ここに砲術樹をつけてと。よし、これで完成だ。なんとかまとまったぞ。挑戦者や弱徳はないですが、今回必要なのは小耳なので、これでいいでしょう。クーネの必須スキルって匠と砲術師ですから、これでも上質の火力は十分出ます。あとは、心眼がミソだね。硬い相手にこそ調質はぶっ破したいからな。さあ、それでは初陣と行きましょうか。今回のメインディッシュが待っています。ようやくクーネが触れるね。腕が鳴るよ。おーし行くぞ。相手は何体目かの極限だ。極限化グラビですね。こちらも連続狩猟、頑張ってきました。こいつなら、コウミミとクーネの調質が活かせると思ってな。相手にとって不足はないね。極限グラビはやるの久々ですね。思い出しながらやっていきます。いたわ。見た目はあんまり変わりないんだよね。肉質面もそんなに変わらないんですよね。通常殴るであろう腹と足は硬化しません。翼が弾かれなのでガス攻撃の対処は厄介ですが、だいぶマシな方ですね。まあ、
こいつで足か腹が硬化してたらクソゲーどころの騒ぎじゃなかっただろうな。通常時と同じく足を殴ってこかしてから攻撃を入れる戦法が通用するよ。基本的に上質だけ狙っていきます。そのつもりでクーネ用意しましたからね。はい、もう解除と。上質での解除は気持ちいいな。ダメージはもちろん解除値もやばいですからね。モンスによっては一撃で解除させるレベルです。さて、ここからも超質祭りをお届けしていきます。心眼もあるので V を気にせずウィンを貯められます。巧みに砲術師に心眼。これだけ揃えればお手軽クーネライフが送れるよ。生産武器 TA では大体クーネが採用されてますね。一部混沌ゴマとかの例外はありますが、立ち回りは最低限の瓶を貯めて高質または超質です。切れ味黄色まで使ってる場面も多いですね。こいつは赤目武器でもかなり得意な立ち位置だよね。榴弾の使用と噛み合いまくってるよな。B を放出しまくる派手な戦法が取れるから色々と人気の高い武器だよね。この武器作るのが楽なのも見逃せません。波動弾を使わずに強化ができます。牙とかトゲは通常報酬でも出るからね。強化が1回だけで済むし。とりあえず作ることもできちゃうよ。邪悪の入門としては大味すぎる気がするが。超質ぶっ破戦法も相手によりますからね。普通に GP 放出する場面も多いです。こいつに合った防具も揃えやすいしな。かのウカウカウとか相性いいね。技物より心眼が欲しい場面が多いですからね。今回の装備でもカイザーの胴と腰を使っています。スロセロで取り回しが悪いとは言いましたが、取る戦術を絞れば装備はなんとかなりますね。切れ味が悪いから維持する気も薄れんだよね。普段は青ゲージを見るだけで飛びたくなるが。クーネは黄色まで行くとむしろすがすがしいよ。使い切ってる感というのかな。解放斬りが打ててる証拠になりますもんね。ちまちま剣で殴っている暇はございません。さあ、行ったそばから黄色に落ちたぞ。こうなるとどこもかしこも弾かれるな。敏火力には関係ありませんからね。攻撃チャンスには解放斬りを優先していきます。とはいえ火力が落ちるのは事実ですので、攻撃できない隙には研いでいきたいですね。そうだね。突進でも来てくれれば研ぐ機会にしやすいんだが。余裕があるのでじっくり待ちましょう。あ、早速やってくれました。いいグラビかもしれません。いいね。この調子で攻撃チャンスもたくさん作ってくれ。しかし石どっちも切れてるのが気になるな。最強そろそろだよな。あらら、最強しちゃいましたね。最初の解除が早すぎたのが逆効果になりました。対象すら間に合わなかったとは、やっぱ石は交互に研ぐべきだったな。あ、でも進撃がそろそろ解禁だ。ここからは交互に使っていこう。翼の弾かれはだるいですからね。熱い。この単発ブレスのガスは亜種由来だな。極限中の追加モーションは亜種からの流用ですね。インパクトは薄いですが元が強いので厄介です。ガスをケアすると足と腹は殴りづらいので、進撃が切れるととっつきづらくはありますね。ガスが出る攻撃と出ない攻撃の見極めが鍵だね。振り向きとか投げ払い系のブレスはガスが出ないよ。あと単発ブレスを連発する攻撃については攻撃範囲にも注意が必要だね。あれ、正確に狙って撃ってくるんですが、首の可動域えげつないんですよね。側面にいて避けたと思っても、普通に直撃もらったりします。あれ初見ではビビるよな。剣士相手には出しとく行動だ。極限怒り中は攻撃力のかなり高いから、あれは食らいたくないね。でも気をつけるのはそれくらいですかね。極限の中ではだいぶやりやすい部類だと思います。モーションもグラビ系の集大成ってだけだからな。原種亜種をしっかりやっていれば対処は可能だね。極限の入門としては適しているかもね。少なくともオーナやディアよりはよほどおすすめできる。やっぱり弾かれ部位によって全然変わりますね。普段殴ってる箇所が殴れるだけで楽になります。それと地味にフィールドも恵まれてるよね。地底火山じゃなくて原生林なところに温情を感じる。ああ、地底火山だったら手強そうですね。エリア8で戦いたくありません。原生林は平坦な場所が比較的多いので、そこもおすすめポイントですね。このエリアでだるいのは毒沼くらいかな。なんか早速突っ込んでいったけど。ここの毒、継続時間は短いんですが、意外と困ることが多いですね。一撃が重いせいもあって、毒でおつけん内になるのも珍しくありません。その点では火山のマグマに近いものがあるかもね。侵入できるだけまだマシだが。あ、ここで移動ですか。石の時間が心配ですが、回復はしておきましょう。上出さえ入れば解除は近いからね。焦らず準備していこうか。
よし、チャンス到来。ぶっ破していくぜ。おお、サブタゲ達成です。ということは腹が完全に壊れましたね。ダメージが出ている証拠だし、肉質的に美味しいですが、喜んでばかりもいられません。そうなんだよね。腹破壊すると、ビーム攻撃の後にガスが追加されるようになる。通常時はリターンの方が大きいんだが、極限になっちゃうと攻撃機会がだいぶ減るんだよな。こうなると、翼の強制弾きが効いてくるんですよね。足ひるみを取らない限り、本当にチャンスがなくなります。腹破壊後の極限で狙えるとしたら、ボディープレスと尻尾回転くらいかね。ですね。GP からの反撃は弾かれリスクが高いので、あまりやりたくないんですが。ガスが出てくる以上は仕方ないしな。ガスのダメージもバカにできないし。腹破壊してまでお釣りたくないっていうのもある。後半戦も全然気が抜けないね。極限でなければ、腹破壊したら、あとはイージーゲームですもんね。極限グラビの進化は追い詰めてから発揮されます。できれば、進化を発揮しきる前に、こちらの火力で倒しきりたいところだが。グラビのリアクションを見るに、火力自体は十分出ているみたいですからね。反撃 GP とともに狙える隙には足ひるみを取っていきたいところです。さあ、ボディープレスの隙に切れ味回復だ。石も早く研ぎたいところ。あ、上下のなぎ払いブレスが来ました。今となってはこれも出しとくコルドルとなっています。これが一番怖い攻撃かな。足元で調子乗って攻撃してると普通に焼かれるよ。威力もめっちゃ高いですからね。メイン火力のくせに連発してきます。さて、対象をトイダワイーが攻めあぐねている。怒り時はどうしても慎重になっちゃうな。ブレス系は全部ガード負荷ですしね。お、振り向きブレスだ。どうやらこれだけはガスが出ないままらしい。隙は少ないですが、狙わない手はないですね。予備動作をしっかり観察して見極めたいところです。そのまま移動か。多分あと少し引き続き頑張るぞ。あら、解除できないまま対象が切れちゃいました。やはり腹破壊後は難しいです。タイムも何気に11分を過ぎているな。10分割では収めたいんだけど、大丈夫かな。幸い、進撃は復活したので、なんとか調子を入れていきたいですね。進撃がないと、瓶回収すらままならないな。この辺は、やっぱり極限って感じだ。良心的と言っても、極限の中での比較的、ですからね。通常のグラビとは比べ物になりません。グラビ原種自体に強いイメージ全然ないしね。亜種はまた別物だけど。極限は間違いなく最強のグラビモスと言えるだろう。当たり前ではあるが。お、弱りましたね。解除はできてないままですが。もう少しだったんだな。とりあえず安心。よし、瓶も溜まってるし、締めの調子打ちに行こう。あ、こけました。石は切れてますがチャンスですよ。よーし、このゲーム最強の調子を食らうがいい。お見事でした。なんだかんだ12分台で終わりましたね。いや、これは装備作った甲斐があったわ。武器もスキルも全てが役に立ってた。スキル構成の方向としては高耳ベースが正解ですね。画境はちょっとやりすぎな感じもしましたし。さ、これで極限も3体目ですか。この後はどうしましょう。もう一個、クーネでやりたいクエがあるんだよ。かなりカロリー高いけど、それをやっていこう。それで、やりたいクエっていうのはG さんにあったやつで。これ、阿鼻教官の地獄絵図。カルテットね、勝手にタイトルを変えるな。しかし、また面倒そうなクエストですね。特に2匹目にあった青い蛇が。ガララー氏と戦うのは G1 以来で久々だな。ま、こんなのと何回も戦ってられんが。じゃ、まずは裏口入学していくぞ。表から入ると、いきなり2匹に見つかる可能性がある。闘技場4体ということで、当然のように同時クエです。対策として煙を持ってきています。幸いと言えるかは不明ですが、分断策は使えます。煙と合わせて活用していきましょう。ちなみに、分断策を使った状態でも、反対側から普通に発見されるよ。そうなると、柵が切れてからの展開が地獄なんで、常に煙を焚いておく必要があるね。煙の残り個数にも注意が必要ですね。長引くと10個では足りなくなります。寄しやすい方に集中放火して、2頭出ている時間を短くしましょう。できれば柵は常に使うのが望ましいね。もう1匹に近づいちゃうことがあるから。勝手にもう1匹に攻撃当たったりしますからね。そうなるとかなり厳しい戦いになります。その点ではまだモンスターの組み合わせは優しいね。オーナとティガは柔らかくて倒しやすい。
しかも、チャークと相性いいですからね。この2頭は速攻で撃破したいです。まずは、この皇室を食らってくれ。よし、スタンいただき。瓶は3本だが、追撃は調室を入れていくぞ。根出と調室はうまく使い分けていきたいですね。調室だけやってりゃいいわけじゃないですから。昼道、スタン地、瓶状況、すべてを加味して最適解を選んでいきたいよね。取れる選択肢の多さは大変ではあるが、ここがチャークの魅力だな。さ、ここは煙を重ねて、隙があるので調出タイムです。若干位置が遠かったが、いるんだからよしとしよう。状況に応じた最適解を、とは言ったが、クーネを使う以上は、調出を狙いたくはあるよね。輪火力が最大の魅力ですからね。単純な斬撃ダメージも弱くはないですけど、やや強引に調出を狙っていった方が、タイムは明らかに速くなります。この辺りは TA 見ててもわかるよね。いかに調出打つかのゲームになってる。まあ、なかなか真似できるものではないですけどね。調出メインにしつつ、切れ味もそれなりに維持してますし。技物なしでも緑以上を長く保ってるんだよな。それだけ無駄な攻撃が少ないってことだよね。クーネの TA は派手で見てて面白いけど、やはり細かい部分で技量が必要になるな。極限相手だと石の効果時間も関わってきますからね。難易度はかなり高いと思いますよ。さて、そんなこんなで音楽に怒り以降だ。怒り時代伝は攻撃の対処が難しくなるね。一避けするものと GP 取るもの、はたまたノウトをした方がいいもの。これらすべてを行動に応じて使い分ける必要がありますね。やってると楽しいですけど、忙しいです。大伝以降は、さすがに調出は封印気味が安定かな。隙が少ないし、物理肉質柔らかくなるからね。ひるんだとしても、その後の展開がしんどいですからね。縦強化がないと、のけぞりが多くてさばききれないです。にしても、この辺怒涛の攻めって感じだな。お手は引きつけないといけないから、ひりつくぜ。全部ガードしてたら、スタミナ足りないですからね。最終弾だけ GP 取るようにしています。ただ、帯電はすんなり解除できましたね。さすがに早いです。極限と違って、帯電解除はダメージだよな確か。さすがはクーネだよ。複数遠くへだから体力低いはずだが、あとどれくらいだろうな。そろそろのはずですがね。この調子で決まるといいですが。おお、終わった。3分台は割といいペースだ。とりあえず、2頭の状況は乗り切れましたね。柵が出てるので、向こうに行けませんが。瓶だけ貯めて、支給用の戻り玉で入り直そう。よし、じゃあガララ行くぞ。まずは開幕瓶を解放していく。小耳は必須ですね。GP 反撃してると、スルッと逃げられることがあります。で、久々のガララーシュ君ですが、何か気をつけることとかありますか？いや、特にはない。瓶を貯めて調出でゴリ押す。これだけだよ。もともと、真面目に狩らせる設計されてないんだから、無理やり早く終わらせるのが最適解に決まってる。この子のために落とし穴も用意しています。攻撃チャンスを無理やり作っていきましょう。怠慢の状況になったのに、オーガより慎重になるよ。このクエは求められることが色々あるな。煙のケア、柵のケア、ガララーシの狩猟、いろんなベクトルの技量が求められますね。ま、いい風に言ってますけど、総じて非常に面倒なクエストと言っていいです。しかもこのクエ、素材交換には対応してないからな。一応、歌の解放はされるが。ぶっちゃけ、クエ難度と報酬釣り合ってませんね。スルーしてる方も多いのでは。さて、落とし穴中にスタンも入ったんで、これで明確な攻撃チャンスが取りづらくなったぞ。ここからが本番ではありますね。ブレスに注意しつつ削っていきましょう。一応先行も持ってきてるが、これは焼け石に水だね。振り抜きの尻尾なぎ払いが非常に厄介ですね。予備動作がほぼないのに吹き飛ばし効果があります。幸い、最初の2体を倒すまでは次は出ないので、じっくりやっていきます。いてて、水ブレスと水やられが非常にきつい。これで先行も使い切って、いよいよ高速手段がなくなりましたよ。言うてあと2頭残ってるので、なるべく消耗は抑えたいところですが。攻撃自体はちゃんとできてるはずなんだ。あと一押し、調出を打つ機会が欲しい。ここで怒り以降ですか。瓶があれば攻撃チャンスになったんですけどね。すぐ起こるからタイミングがつかみづらい。これを狙って攻撃するのは現実的じゃないね。あ、このひるみはチャンスかも。おお、ここで決まりましたか。ここまでで8分ちょいは上々でしょう。とりあえず、一番の壁は越えたな。次のティガグラビでぐだらないようにしないと。次の組み合わせ、グラビはいいとして、
二等状態をさばくのは難しそうですね。ここまで来て映らないように慎重にやりましょう。ガララが消えたね。すかさず煙だ。煙がないと、しょっぱな2頭に見つかりますね。ここまでに温存しておかねばなりません。最低でも5個は残しておきたいね。調合分持ち込むのも全然ありだよ。ソロの場合、2頭同時は非常に不毛ですからね。常に1対1状況を作りましょう。よし、じゃあティガからだ。最初に相性がいいとは言ったけど。小耳はありますが画勢がないので、完璧ではないですね。GP 機会が取れないと振り向き狙いが主になります。若干運が絡んできますね。ガード主体の先方はクーネと相性良くないのもあるね。なるべく切れ味は攻撃用に取っておきたい。方向や回転攻撃は間違ってもガードしたくないですね。技物ないとごっそり切れ味なくなります。さ、ここは振り向きチャンス。決まるか。ちょっと危なかったですがナイスです。早めにスタンを取りたいですね。こいつも体力は低いはずだからね。上出数発撃てば倒せる気がする。あとは機械を作るだけ。今のはよろしくないですね。オーバーヒートで弾かれちゃいました。これは回復した方がいいな。一撃圏内にはいたくない。あれ、これやばくね。バックジャンプしてくれて助かりました。しっかりしてくださいよ。これたまにやっちゃうんだよな。溜まってる瓶、うまく使い切りたい欲みたいなの。まあ、わからんでもないですけどね。縦強化切れかけの調出は効率がいいですし。こういうところから一気に崩れたりするんで、あんまり冒険するのはやめましょう。だね。特にこのクエ、やり直しの手間が尋常じゃないからな。リタイアしたらまたガララーシュ戦ですよ。考えただけでげっそりします。2頭の状態で分断させるのも気を使うしな。1回がかなり重たい系だよな。素で4体出現するのってかなり珍しいですからね。3体とかはポツポツあるんですが。そう考えると、このクエってどういう意図で作られたんでしょうか。モンスのチョイスも謎だしな。お、スタンが来たね。ようやく調出チャンスをいただけるよ。オウガに比べるとやや攻め手に欠けてますね。させそうな隙はあるんですが。さっきは食らっちゃったけど、基本的に慎重になってるからね。動画的に落ちるプレイはなるべく見せたくないのもある。何テイクも重ねるわけじゃないが。各クエ、だいたい1から3テイクで動画化してますね。複数頭にもなるとテイク数の重みも変わってきます。これは1テイク目になりますね。ぜひとも完走したいところです。ティがちょっと苦戦してるな。とうとう煙切れちゃったよ。今の分断策も切れるとかなり危険ですね。そろそろ終わらせたいです。怒り以降の方向だ。ワンチャンかけて調出で決めに行くぞ。おお、足りましたね。ナイスフィニッシュです。よっしゃ、ここまで来たらもう勝ちも同然。このクエ9割終わったよ。あとは通常グラビだけですね。さっきもやりましたし、さっくりいきましょう。おりゃあ。はい終わり。お疲れさんでした。グラビくん、一撃分しか映りませんでした。やや不憫です。タイムは21分半でしたか。4等分と考えればまあまあですかね。だね、クーネ装備がここでも生きた。苦労して作った甲斐があったってもんだ。それにしても、ブーストオアフォールにガルレギにクーネ、強い榴弾はあらかた作ることができましたね。そうね、物理重視としては、こいつらがいれば、大体のクエストに対応できるしな。これ以上となると、発掘頼みになる。当分これらを超えられないはずだ。着々と戦力をつけられていい感じです。では、コンパートは締めに入りましょうか。ほい、というわけで、クーネ制作会でした。せっかくなんで、解放した歌をバックに締めていくよ。こんな厳かな雰囲気なのに、掛け声出しております。悪質極まりないです。解放されたのは悠久の言葉、モンハントライのエンディングですね。これも印象深い歌だよな。じっくり聞きたい人は、ぜひアリーナへ。解放クエは大変ですけどね。それでも聞く価値はあるはずです。よーし、それじゃあ終わろう。次回も古文書を進めつつ、装備作り頑張るぞ。相手は手強いですが、頑張りましょうね。ほいじゃ、次の動画で。またね。